涼しい顔でビュン・チョ・インソンさん、かっこよくて沼る人多数。韓国で人気の日本食ナムサンとんかつ。人民に罪はない、罪は犠牲を強いるものにある。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日は乗り遅れ注意、ドラマムービングの世界後編です。ウェブトゥーン漫画ってご存知ですか？スマホを縦にスクロールして読む韓国版デジタル漫画です。このムービングは韓国の作家カンプルさん原作の漫画を実写ドラマ化したもの。日本でもリメイクされたイテウォンクラスもそうでしたね。カンプルさん自身がドラマの脚本も手掛け、前回お話しした釜山国際映画祭アジアコンテンツアワード6冠のうち脚本賞を受賞しました。ところでカンプルさん、英語のスペル KANGFULL 通りに読むとカンプルさん、そう仮名を振ってあるサイトもあって迷いました。原因は韓国語 P の発音で読むみたい。韓国ドラマや映画を初めて見た頃、コーヒーをコピって発音していてびっくりした経験はありませんか？共感された方はチャンネル登録ではなく、共感された方は K ドラマ2ですね。どうやらそれと同じ発音、違いもあれば日韓共通の言葉もあり、例えば英語のブレッドを両国ともパンと呼んだり、バッグをカバンというのも同じ。見ていて興味深いです。韓国で人気の日本食とんかつもほとんど同じ発音でムービングに出てきましたね。ボンソクの母イ・ミヨンが営むのがとんかつ屋さんでした。さてカンプルさん、長いこと住んでいるのはソウルのカンドン区。東京にも江東区はありますから、これも同じで、そのカンドン区にカンプル漫画ストリートがあるような有名人なんです。日本でいうなら鳥取県境港市にある鬼太郎でおなじみ水木しげるロードみたいな感じ。そこにはカンプルさんのウェブ漫画バカの主人公スンリョンさんにちなんで建てられたスンリョンの家もあるそう。これも例えるならジブリパークにあるサツキとメイの家でしょうか。ここで前回ご紹介した勘三郎さんにリュ・スンリョンさんのスピーチ。締めくくりは、この美しいドラマを愛し支持してくれた世界中の視聴者に感謝いたします。皆さんが示してくれた熱い思いこそが特殊能力だと言えるでしょう。皆さんの日常にも愛があふれていますようにと結びました。ファンを巻き込み感謝するとともに、全文がムービングのテーマを見事に表していると評されています。どういうことでしょう。全20話中8話目に入ると全体がぐっとセピア調。1990年代に遡り、親世代の話が展開されます。ここでボンソクの父キム・ドゥシク役のチョ・インソンさんが登場。飛行超能力者ですが、涼しい顔でビュン、かっこよくて沼る人多数。俳優のインソンさんは身長189センチ、テコンドー3段、昭和も入っている美男。モデルデビューしましたが、高い演技力とカリスマ性で人気に。久々のドラマ出演に、一体何話に出演と首を長くして待ったファンも多かったとか。実生活では実直真面目、両親や弟さんにまで家や会社をプレゼント。さまざまな慈善活動にも力を注ぎ、ドラマにもその人柄が出ている気がしました。将来の妻ミヒョンとのシーンも穏やか。2人はナムサンとんかつというお店でデートします。このお店、ソウルのナムサン頂上付近に実際にあるお店で、1990年代には定番のデートコースでした。叩いて薄くしたお肉でわらじとんかつと呼ばれ、キャベツも大盛り。ちょっと食べたくなりました。ドラマでは残業で疲れたミヨンにスーパーマンのように飛んできて、窓からとんかつをウーバーイーツ。高層階なのに宙に浮いていて、こんなボーイフレンドがいたらさぞ楽しいでしょうね。ディズニーのアラジンのようにミヒョンを空中デートに連れて行ってくれるんですから。ボンソクの両親ドゥシクとミヒョン、
ヒスのシングルファーザーであるジュオンたちは普通の幸せを生きたくて身を隠します。でも超能力を利用しようとする人間に翻弄され続けるんです。終盤15話からはなんと北朝鮮の超能力者たちとの戦いに発展。戦いの舞台が高校の校舎だったため、日本は我が子を守るためなら怪物にもなると徹底抗戦。ところが次第に敵対する北朝鮮側の超能力者たちの背景も描かれます。戦う理由は実は同じく自分の家族を守るためなので、彼らにも彼らなりの正義があり、あちらも怪物となって日本たちに立ち向かってきます。互いの超能力者たちはちょっと特殊な能力はあるけれど、皆人間で愛する家族がいて穏やかに暮らしたいだけなのに、悪くて偉い人たちがどこまでも追ってくると描写されます。その所属がどの国どの組織でも全く同じ、そういう同じ悲しみと理不尽を味わう者同士がどうして殺し合わなければならないのと、第20話のセリフにそれが顕著です。人民に罪はない、罪は犠牲を強いる者にある。今世界のあちこちで戦争紛争をしています。第6話のセリフに暴力は一番愚かで楽な方法とあります。本当にそうですね。けれど一度始まってしまうと守るためやむなく戦わなくてはなりません。難しいところ。スンリョンさん演じるジウォンの持論、人形小説はロマンスはどうでしょう。人形小説は善人が悪者をやっつけて最後は勝つ、常にハッピーエンドだからロマンスはジウォンらしくて面白いですね。天命には善のみあって悪がないとするならば、悪しき者を止め善を兼用するのが私たちにできることなのかもしれません。ともかく私のご紹介ではとても言い尽くせないムービング、華麗に飛びまくるシーンは痛快で面白く、真の超能力は共感力だというヒューマニズムは温かくて涙も出ます。どうぞご覧になってみてください。猫は自分の名、他の猫の名、飼い主の名も覚えているんですね。付録レビュー。今日は紀ノ国屋×セサミストリートの保冷保温ショルダーバッグ、素敵なあの人2022年6月号の付録です。紀ノ国屋ロゴとセサミストリート、エルモを組み合わせたデザイン。エルモはイタリア語で愛すべきという意味のキャラクター。持ち手の長さが調節できるので肩掛けバッグとしても使える船型の保冷保温バッグ。1リットルの紙パックも立てて収納可能。職場にお弁当、帰りに生鮮食品を買って帰っても大丈夫です。紺と赤で綺麗。これがエルモ。船底、赤いエルモが可愛い。前回に引き続き豪華共演のムービングにふさわしいコラボ付録でした。チャンネル登録、いいねボタンは喜びます。ではではまたね。